はい。ということで、前回の動画の続きということで、無事シドニー空港に着いたので、ホテルへ電車で向かいたいと思います。この緑の線が一応電車のラインの線ですね。で、今回泊まるホテルはザ・タンクストリームホテル。4泊で7万3000円になります。で、お部屋はまず入ってこんな感じで大きなベッドがありまして、そのすぐ右手に、トイレと、シャワーですね、あります。残念ながらバスタブはないので、大体海外のホテルの、オーストラリアのホテルは大体、バスタブはないみたいなので、ちょっとそこは残念なんですけど、はい。で、一応ボディシャンプーとか、ここら辺はありますね。で、シャワーの勢いがこんな感じ。可もなく不可もなくといったところで。で、これ温度調節がですね、難しくて、そこはちょっとデメリットかなと思います。洗面台はこんな感じになってます。で日本のように歯ブラシとか櫛とか綿棒とかそういうものは一切なくて、これはハンドソープ石鹸ですね。で、こちらの方を開けると、シャワーキャップとかそこら辺のものしか入っていなくてっていう感じです。はい。そしてこちらには大きなテレビがドーンとありますね。で、これちょっと僕の名前が映ってたのでモザイク入ってますけど、はい。で、こちらを開けると中には一応アイロンと、あとアイロン台ですね、あります。はい。僕はちょっと今回は使わなかったですけど。そしてドライヤーもあります。前回のケアンズのホテルでドライヤーなかったので、これは本当に嬉しいですね。で、これはクリーニングサービスの記入する紙と袋ですね。はい。こんな感じになってます。そしてこちらはミニバーと呼ばれる、スナックやワイン、そしてビール、あとはソフトドリンクなどが置いてあります。一見無料に見えるんですけども、これ全部ポテトチップスとか、このカシューナッツですね。これとかは、普通に500円ぐらいはします。で、ワインとかも2000円ぐらいだったかな。はい。結構しますね。でこのコーヒーとか、緑茶とか、この辺は無料なんですけども、はい。ワインとかは有料になります。冷蔵庫の中はこんな感じ。ソフトドリンクのコカ・コーラやレモネード、そして水、あとはスニッカーズあって、で、右手の方にはこのビールがいっぱい並んでますね。デスクは広々としていて、ノートパソコンとか置いても全然問題なく使えます。で、端子は HDMI や LAN ケーブル、そして電源のコンセントなんかもあって、こちらはルームダイニングサービスの、料理のメニュー一覧ですね。で、いろんな料理ありまして、これ、お値段は少々高いんですが、頼むと部屋まで運んできてくれます。ちなみに利用できる時間は夕方の5時半から8時半までになります。でもしその時間超えてもですね、一応レイトダイニングって言って、ちょっとこの後裏面にあるんですけども、はい、そちらの方も利用できます。はい、こちら裏の方ですね。こちらは夜9時から、深夜の3時まで使えるみたいです。メニューはチーズカレーやスパゲッティ、ポテトサラダ、チーズプレートがあります。部屋の Wi-Fi は 2.8Mbps ということでクソ遅いです。そして飲み物買ってくるの忘れたので、寝る前に1杯だけこちらコロナビールいただきました。まず最初にやってきたのはこちらシドニー博物館です。で、一応Google マップ見てきたんですけども、ちょっとあまりにも見るものなさすぎて、はい、ちょっと狭かったんですけど、それでもう30分ぐらいで、はい、出てきちゃいました。そして、次ですね、美術館行こうと思ってこちら来たんですけども、これ美術館じゃなくて図書館でした。はい。
なのでもう少しこの公園の方ですね、ちょっと歩いていって、美術館の方を目指していきたいと思います。いや、ほんとこの美しい景色と清々しい空気で散歩してるだけで十分楽しいですね。はい、ということでやってきました。こちらがニューサウスウェールズ州立美術館になります。こちらは石板っていうんですかね、外壁はこんな感じでいろんな方の作品がはまっております。さあ、そして館内入ってきて実際に絵を鑑賞しております。で、中はですね、もうめちゃくちゃ広くて、はい、1時間、2時間ぐらい結構じっくり鑑賞できるかなと思います。そしてこちらは、骨を使ってですね、文字が書かれています。で、結構本当に長く文章書かれていますけども、ちょっと全部は読む気にはならなかったですね。はい、ちょっと時間なかったので、もうささっといきます。こちらは日本を代表する漫画家、水木しげるさんの作品です。やっとこれでなんか知ってる人に出会えたなと思ってちょっと嬉しかったですね。こちらも日本の方の作品です。背景は横浜ですね。そして次はもう一つある別館の方にやってきました。さっきの南館といって一番大きいところで、こちらはちょっとこじんまりとした感じになってます。で、中はアボリジニの、作品が多かったかなと思います。そしてこちらはアメリカのダイナーでよく見るジュークボックスなんかもありました。これはちょっと若干テンション上がりました。ちょっとお腹が空いたので、こちらの美術館の中にあるレストランで昼食をとりたいと思います。頼んだのはこちら、平打ち麺のパスタとオレンジジュース。これで3600円。やっぱ高いですね。次にやってきたのはシドニーのセントメアリー大聖堂です。ちなみにミサの時間は撮影が一切禁止になっているのでご注意ください。こちらのセントメアリー大聖堂は1819年に建設が始まり、約63年の時を経て1882年に完成しました。で、このゴシック様式の美しい建築がやっぱすごくて、このステンドグラスの美しさとかも本当にすごいですね。そして、ミサがどんなものかっていうのをちょっと知るために、私も体験してみることにしました。今30分ぐらいミサを体験してきたんですけども、まだちょっとこれ長くなりそうだったので、一回霧のいいところで退出してきました。内容としては牧師さんが聖書を読み上げるので、それを聞いてひたすらお祈りをしているという感じです。次はさっきのセントメアリー大聖堂からすぐ近くの博物館にやってきました。中はめちゃくちゃ広くて様々な動物のこれ剥製かな、はい、それがいっぱいずらーっと並んでいましたね。で、こちらはオーストラリアの有名なワニ、クロコダイルです。もうめちゃくちゃでかくて、ほんとこんなのに襲われたらひとたまりもないって思います。めちゃくちゃ怖いですね。
ダイナソーエリアなんかもありまして、こちらは結構子供が多かったように思います。本当にいろんなでっかい恐竜いまして、僕は恐竜は全然詳しくないんですけど、結構見てて楽しかったです。恐竜で一番有名であろう T-Rex なんかもあります。でもなんでこんなちょっと無残なね、姿になっているのかちょっとよくわかりませんでしたけども。はい。こんな感じで、ちょっとなんかかわいそうですね。そして上の階にはこちら鳥居ですね。どれだけの種類がいるんだっていうぐらいびっしり鳥がいました。次はこのシドニーのシンボル、シドニータワーに登ってみたいと思います。はい。で、特に待ち時間とかもなくスムーズに上の方まで登ってきました。そしてこの絶景、シドニーを一望できます。さっき私が行ってきたセントメアリー大聖堂もこの目の前にあります。西側には後で行く予定のダーリングハーバーも一望できます。北側には明日行く予定のオペラハウスとハーバーブリッジが見えます。でもオペラハウスはですね、ちょっとこれビルに隠れててあまりよく見えませんでした。続いてもシドニーの観光スポットであるクイーン・ビクトリア・ビルディングにやってきました。1898年に開業したこの建物はかつては市場として使われていましたが、現在ではこのようにショッピングセンターやレストランがたくさんあります。一番の見どころはやっぱりこの時計じゃないでしょうか。こちらは1910年に導入されたもので、今現在もしっかりと時刻を刻んでいます。さあ、そして今夜の晩ご飯は節約のため近くのスーパーで買ってきたお寿司とサラダをいただきます。お寿司が約11ドルで、サラダが6ドルぐらいの値段になります。さあ、こちらサーモンなんですけども、色味も結構非常に良くて、はい、意外に結構美味しかったですね。で、巻き寿司の方もサーモンとアボカドが入っています。で、このシャリも普通に美味しかったです。サラダの方は卵、人参、レタス、ベーコン、コーンなどいっぱい入っていて、しっかり栄養をとっていきます。朝食は昨日買ったサンドイッチとヨーグルトをいただいていきます。中はレタス、チーズ、人参、紫キャベツかな、これが入ってます。で、ヨーグルトはマンゴーヨーグルトです。さあ、まず今日最初に観光するスポットはオペラハウス行っていきたいと思います。そして行く途中ですね、これハーバーブリッジなんかも見えて、でさらにはこの豪華客船もちょっと止まっていて、なかなかいい景色でした。はい。ということで、早速、さらに歩いてきて、はい。ズバーンと正面にオペラハウスが見えます。ちなみに、オペラハウスは1959年に建設が始まったのですが、その後も資金不足や技術的な問題が相次ぎ、予算も何度も超過したことで、結局オペラハウスは1966年に完成するはずでしたが、実際には1973年になってようやく一般公開されました。
奥の方に見える観覧車みたいなところは遊園地になっていて、文化遺産にも登録されているルナパークというところです。さあ、ここからは短いですが30分間のジャパニーズ日本語ツアーに参加してきます。動画の撮影は禁止だったので、ここからは写真のみの、ちょっと映像になるんですけれども、はい、よろしくお願いします。さあ、そしてこちらが実際のコンサートホール会場になってます。座席には木が使われており、高級感もあって、実際に座ってみたのですが、座り心地も大変良かったです。そして、この花びらみたいなやつは、コンサートの時に下の方に降りてきて、音が反射するのを防いでくれるそうです。さあ、そして外の方にやってきて、この外壁をですね、間近で見たんですけども、なんとこれ一枚一枚、このパネル、タイルみたいなのが貼ってあるんですよね。そして雨の時に上から降ってきた水はこの床の隙間の方に落ちていって海の方へとつながっているそうです。うっすら見えている手すりみたいなのは何年かに1回点検者の方が実際にあそこを登っていって点検するみたいです。そして私が大好きである映画俳優のジャッキー・チェン、この方がですね、唯一このオペラハウスで映画の撮影をされております。気になった方はぜひ見てみてください。さあ、続いては歩いてハーバーブリッジの方へやってきました。実際にここを渡ってみたかったんですよね。道路も片側4車線で、さらには電車も走ってます。さっきとは逆で、ハーバーブリッジから見るオペラハウス、そしてこの高層ビル群、そしてロックス地区。いやー、めちゃくちゃ美しいですね。はい、で、今この奥の方に人が見えてるんですけども、なんとこれこの橋の上をですね、歩いていくというアクティビティなんかもあります。料金はちょっと高めで3万円ぐらいなんで、もしやってみたい方はやってみてください。僕はお金ないので、今回はスキップしました。ハーバーブリッジ無事に渡りきって対岸の休憩スペースにやってきました。この真下から見るこのハーバーブリッジのこの壮大さ、いやーマジですごいですね。ちょっと歩き疲れたのでこちらのベンチに座って、30分ほど休憩しておりました。帰りは電車に乗ってまたハーバーブリッジを渡ってきまして、今度は先ほどシドニータワーから西側の方を見ていたこちらダーリングハーバーにやってきました。日本にもあるマダム・タッソーろう人形館にやってきました。こちらはいろんな有名人の方のろう人形がいっぱい飾ってあって、自由に写真も撮れたりします。
私が好きなテイラー・スウィフトもいました。身長高くて顔もめちゃくちゃ小さい。僕が大好きなジャッキー・チェンもいました。でもなんかちょっと顔違くないと思ったんですけど、まあいいでしょう。オードリー・ヘップバーンもいます。僕が子供の頃に見たローマの休日はめちゃくちゃ懐かしいですね。さらにはマリリン・モンローもいますね。さあちょっと時間も進んで夜になってしまいましたが、この日最後はこのウエストサイドストーリーというミュージカルを見にやってきました。場所はオペラハウスの対岸にあります。こちらの広々とした屋外ステージで行われます。僕の座席は一番安い9000円ぐらいの席だったんですけども、まあまあ見晴らしはいいと思います。撮影は禁止だったのでちょっとお見せできないんですけども、感想としては結構楽しめたと思います。英語も3割ぐらいしか聞き取れませんでしたけども、大体の内容は分かりましたし、やっぱりダンスと音楽のシーンは最高でした。シドニー観光最終日はシドニー中心部から西へ約100キロの位置にあるブルーマウンテンズというところに電車で2時間かけて行きたいと思います。座席は長距離ということもあってか、若干豪華なシートになっています。座り心地も良かったです。カトゥーンバ駅に着いたので、ここからエコーポイントと呼ばれる絶景スポットまで歩いて向かいたいと思います。距離は約 2.6 キロあります。バスなんかも定期的に走っていますが、僕はちょっとこの歩いて景色を楽しみながら行きたいと思ったので、ちょっと時間かかりますが歩いていきたいと思います。これ実際に歩いてみて分かったんですが、この高低差めちゃくちゃあって結構足腰くるので、普通にバス使った方が良さそうです。エコーポイントの案内看板も見えてきました。ですがこれ多分まだ半分も来てないですね。3、40分歩いてようやく展望台見えてきました。もうすでにここからわかるこの美しい景色。目の前に見える3つの巨大な岩はスリーシスターズと呼ばれています。さあ、そしてこのブルーマウンテン、名前の通り本当に青く見えるのと半信半疑でしたが、めちゃくちゃ青でしたね。これ本当にこの壮大な景色めちゃくちゃ美しいです。普通に1時間は見てられますね。クイーンエリザベス女王も1954年訪問された際にここからこの渓谷をご覧になったそうです。ウォーキングコースもあるみたいなので、ちょっと実際に歩いていきたいと思います。
先ほどのスリーシスターズを真横から見るとこんな感じです。大きな一枚岩ですね。そしてあそこの近くまで行くルートもあるみたいなんですが、現在はなんかちょっと封鎖されてて行けなかったです。先ほどの展望台から少し離れたところにはこんな感じのケーブルカーもあります。あれもちょっと料金高めなので今回はスキップ。続いてはカトゥーンバ滝へ行ってみたいと思います。ここに来ると空気が一気に変わって、このマイナスイオンを全身で浴びられてめちゃくちゃ気持ちよかったです。ベンチで休憩していたら、こちらキバタンと呼ばれる大型インコがめちゃくちゃやってきました。結構人慣れしているみたいで向こうから近寄ってきます。なので現地の人からは結構厄介者扱いされているらしいです。ブルーマウンテンズは十分満喫したので、また2時間かけて帰ってきました。帰りはもうめちゃくちゃ疲れたのでずっと爆睡してました。夜ご飯はホテルの中のレストランでいただくことにしました。まずはこちら前菜コンソメスープをいただきます。お値段なかなか高めですが、チーズも入っていて結構美味しかったです。メインは一度食べてみたかったオージービーフとポテトをいただきます。だけどこのステーキ高いくせしてナイフでも全然切れなくて、そこまで美味しいとは思いませんでした。普通に日本で食べた方が美味しいです。寝坊することもなく無事チェックイン搭乗できました。帰りも LCC であるジェットスターを利用して帰りたいと思います。機内はこんな感じ。 USB-A ポートとイヤホンジャックが1つずつ。座席の間隔はめちゃくちゃ狭いです。そしてここから日本へのフライト時間は約10時間。初めての長距離ということでめちゃくちゃきつかったです。10 hours later. 無事空港着いたのですが、今日はもう北海道行きの便がないので、この空港内のカプセルホテルで泊まりたいと思います。中はこんな感じ。宿泊料金にしてはちょっと高いなと思いますけども、まあ我慢ですね。テレビも一応ありますし、コンセント類も揃っております。ただし Wi-Fi の速度はクソ遅いので使い物になりません。あといいとことしては大浴場があったので、それは結構良かったです。晩ご飯は空港内のレストランで僕が世界一好きなとんかつ定食をいただきました。これでハイボールと合わせて1700円なので、
オーストラリアに比べたらもうめちゃくちゃ安いじゃんって思います。こちらは帰りの機内の様子なのですが、今見えている景色は、飛騨山脈になります。この白銀の世界、めちゃくちゃ綺麗ですね。さあ、いよいよ北海道の大地が見えてきました。今回無事に事故やトラブルもなく無事に帰ってこれて本当に良かったです。旅行代金は一応ざっくりとですが総額47、8万ぐらいなので、はい、結構当初の予算よりはオーバーしてしまったんですが、それでも貴重な体験や、食事もできたし、とても良かったと思います。また来年どっか他の国に行ければなと思います。それでは今回最後までご視聴いただきありがとうございました。